それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。推し様の今現在のお悩みや今後の活動について、そしてあなたに求めていることをお伝えしていきます。よろしくお願いします。では今回もトランスペアレントオラクルカードから出していきます。こちらシャッフルして推し様の現在の活動についてテーマ1枚出していくことと、あなたに今求めていること、オラクルカード1枚出していきます。はい、ではこちらでもらっていきましょう。ここのあなたに求めていることに対しては後でもらっていきます。はい、まずはめくっておきましょう。なんか伝えたいことがあるっていうのは出てきているんですが、はい、後でここはもらっていきます。まずはお日様自身のことについてです。この方が今テーマとして掲げているもの、どんな活動をしていきたいのかっていうことでもらっていきます。まずワールドツリーのカード、そしてこちらのカードも、はい、一人ぼっちっていうカードなんですね。孤独感とか寂しさっていう不安とかね、そういうのを感じますね。安心したい、包まれたい、自分だけの世界を作っていきたい、まずはっていうところで、まずは、不安だから不安を解消させたいっていうのが今現在のお日様のお悩みとして入ってきています。うまく活動できていないとか制限がかけられているっていうお日様もいるかもしれないし、思ったように自由にのびのびとしていけないっていうのがまず入ってきています。それは自己表現がうまくできていないのか、チャンスはあれどそこでうまく自分の力を発揮できていないとか、または孤独っていうのを感じるので寂しさっていうのを感じるんですよね。今のこのお日様どうでしょう、活動的にまだ本領を発揮できていないとか、今現在がそうであって今思うように進めていないのかなとは思います。だけどもこれからその殻を破っていって自分なりの歩み方で切り開いていきたいとか、これからそうですね、力を蓄えたい、エネルギーを蓄えたいっていうのも入ってきます。お休みされているお日様もいるかもしれないですね。ちょっとこちらのオラクルカードと、あとヌノルマンを使っていきながらお日様の今現在の活動についてご自身がどう思っているのかっていうところと、何について一番考えているのか、どうしたいのか、どうしたいのかっていうのを考えているのか、そこをもらっていきましょう。お日様がまず目指しているところでオラクルカード1枚こちらからもらっていきます。何を目指しているのか、どんな活動をしていきたいのか、先ほどのカードですね。先ほどめくれたカードです。自分自身を誇りを持って大事にしたい、周りから何と言われても平気な自分になりたい、強い自分になりたい。例えば今そのアンチコメントが届いていたりとか非難されているようなことがあるかもしれないし、周りからの評価、演技指導だったり歌唱力についての評価っていうのが分かれていたりするかもしれない。だけれども自分の世界観を大事に持っていて、自分が今できる限りのこと、自分の道を歩んでいきたい、自分なりの方法でとか、オリジナリティはなくしたくないっていうのが今この方が一番考えていることや求めているものですね。自分っていう軸をしっかりと持ったまま進んでいきたい。誰にも侵されたくない、影響されたくない。例えば上の人にこう言われたからこういう方針で活動していきましょうとか、そういうことには賛同できないっていう感じかなと思います。で、お日様の活動についてルノルマンで出していきます。連続して出していきます。ではここでまずもらっていきましょう。今そのお日様自身がどんな状況にあるのか、
そうですね。なんか単独行動しているかもしれません。ですが、レターのカードなので、そう。例えばお休みされているけどブログ更新していたりとか、ファンクラブの中だけでは活動してる、今元気にやってるよとか、旅行に行ってて活動一旦休止してるんだけど旅行先でこういうことあるんだよとか、留学していてこういうことしてるんだよってことをファンの方々に伝える。全く音沙汰ないってことはなくて、 X だったりインスタとか、その媒体で今こういうことをやってるっていう現状は伝えてきてくれてるとか、ニュースに取り上げられてるとか、そういうことはあると思うんですね。このお日様の活動としては伝えるっていうのがあります。文章を書いてるのをお仕事にされてる方もいるでしょうし、言葉、例えばラジオパーソナリティとか、そういうことで活動されている方もいるでしょうし、あと歌手ですよね。歌や歌詞を書いていて活動されている方、その伝えるっていうのがこの方今一番そう意識的に持っているので、新しい何かを文字として生み出そうとしている、歌詞を書いているとか音楽を作っている最中ってことも言われてるだろうし、その活動の進捗具合っていうのをファンの方々には伝えているんじゃないかな。今こういうことをやっていますっていうこと。ただ煮詰まっているとか孤独感を感じているっていうことは出てきているので、一人でこもって制作活動をしていたりとかっていう可能性もあります。そして時々ファンの人に今新作作っているよとかっていうことを教えてきてくれたりとかっていうことは出てるかな。あまりその表舞台に立ってお披露目するとかっていうよりは、まだ制作段階とか殻にこもっていてとか休止していてっていう方もいるかもしれないですね。力を蓄えていて、これから一つ花を開かせるというか、活躍する一歩手前、今まででも活動してきてるんですけど、今その制作段階っていう感じがします。なのでライブに出たりとか表舞台に立つのはこの制作期間の後ですね。もしくは充電している最中なので、エネルギーが蓄えられたら表に立っていくっていう感じもします。そして周りの環境を見ていきます。太陽のカードです。周りの環境いいですね。お日様にチャンスがやってくると思います。依頼が来るとか、制作していても強力な味方が現れて一緒に制作してくれる、アイディアをくれるとか、アレンジこういう風にしていきましょうかっていう風に助けてくれるスタッフさんがいたりとか、力強い存在ですね。事務所に支えられているとか、孤独っていうのを感じているんですけど、周りの環境は決してこのお日様を責めるような人とかがいるわけではなくて、孤立しているわけではなさそうだな。周りと対立しているから自分一人ぼっちとかそういうことは感じてなさそうだけど、自分の色を押し通していきたいっていう気持ちと、あと制作している、殻にこもって集中しているっていう場合もあります。ただ制作しているにしても煮詰まってる感っていうのはあるのでですね、そこは少し感じるかなと思います。で、制作していなくて今も活動しているよっていう方だとしたら、内なる自分、心の中での葛藤を感じていたりとか、周りからチャンスはたくさん来るし、成功のお約束とかもしてるんだけど、でこの依頼案件とかもらってこれやればうまくいくだろうっていうのは見えているんだけど、自分の中で葛藤している。でそれをヒントとしてちょこちょこっと吐き出すような場所があるのかもしれないなとは思いますね。はい、では、今のそのお日様が感じている課題点っていうところで、やはり山のカードですね。気持ちがついていかないのかもしれないし、周りが思っている以上にこのお日様が悩んでいるっていう感じはします。自分の中で課題っていうのがあって、それを乗り越えるためにどうしようってことで煮詰まっている、もしくは周りの流れがとてもいいんですよ。でもそこに対して自分の気持ちがこういう孤立感を表してるから、周りの期待に応えきれなくてプレッシャーに感じていたりとか、周りの流れが早すぎて自分の気持ちがついていかないとか、周りに合わせなきゃいけないって思うところもありながらもそこで葛藤しているとか、そうですね、このお日様の中でも大きな高い目標を掲げているとか、そういうことも感じられます。
ただそれを乗り越えたら自分はまた成功へと近づいていくんだとか、自分の理想へとまた一歩近づいていくっていうことが見えているんですね。モチベーションが低下している可能性もあるかなと思います。今その制作していますっていうお日様じゃなかったとしたら、高い目標、高い壁に打ちのめされているような精神状態だけど、周りは活発化活性化しているので、お日様にいろいろ求めてくるでしょう。あれをしてほしい、これをしてほしい、こんなことしませんかっていういろんな依頼がやってくる。嬉しいことなんだけど気持ちが追いつかないってこともあるかもしれません。さあ、そしてこのお日様どうしていこうか、どう取り組んでいこうか、これからの方向性っていうことで自分の魅力をどう押し出していこうかっていうことを、やはりこの自分自身、自分の価値観とかそういうところ、プライドを持って自分で活動していきたいっていう指針は変わらず持っていきたいと。そしてできるんだったら長く活動していきたいってことは言われています。そしてプラスやっぱり収益も欲しいので、ただ活動して空回りして収益が出ないとかっていうよりは、きちんと活動して周りの期待にも応えられるような自分になりたいし、今葛藤から乗り越えて、そしてやはり成功ですよね。地位や名声、富っていうのをやはり得たいなっていうことはあります。一つの成果ですよね。制作物を作り上げるので、そこで評価していただきたいし、周りの人に認められたいし、この作品良かったねとか、そういうところいいと思っています、応援していますっていうファンが増えるとやっぱり嬉しいしってことで、目に見える報酬っていうものが手に入ると、豊かさっていうものが手に入ってくると、なおモチベーションが上がっていくので、より一層自分らしさを押し出していきたいっていうことと、長く活動していきたい、長く売れていきたいっていうこと、安定した地位を得たいっていうことも、はい、お日様のこれからの今後の活動の意思として現れています。そうですね、魅力について今悩んでいるとか、制作物クリエイトしていてそこで煮詰まっているっていう可能性も少し見られますね。ただしこれから波に乗っていけるだろうっていう流れも出てきているので、周りからの助けとかご縁とかですね、依頼とかお仕事の、オファーとかがあると思うので、それを掴んで乗っていって成功する未来っていうのは見えています。ただそれとは逆に心の中では葛藤しているかなとはいうのはね、出てきているかなと思いますね。はい。ただね、周りで邪魔者がいるとか、周りの人がうまくいかなくて、周りとうまくいかなくて自分の活動が抑えられているとか、そういうことはなさそうです。困ったことがあったら周りの人が助けてくれるっていうのはあるんですけど、でも活動者だからこそ自分の中に抱えている葛藤っていうのが生まれやすいのかもしれないなっていうのはありました。ではお日様が今あなたへ何を求めているのかっていうのを具体的にまた出していきましょう。で、今回こちらでタロットカードを使っていきます。はい、それでは見ていきます。まずあなたに伝えたいことのこのテーマっていうところがこちらです。瓶の中に入ったメッセージ、伝えたい思いが今沈んでいて見つけてほしいとか、何かしらサインを出してると思うんですね。レターのカードも出ていたので、あなたの目に見える形として何かしらのサインをこのお日様が出しているので、それを受け取ってほしい、感じ取ってほしいということ、プラスこちらヒーリングのカードが出てきています。受け取ってほしい、多分耳に入ってくることっていうのも関わってきます。お日様の声、音楽、で、あと声、話し方、配信、喋り、トーク、歌、
音楽をやっていないお日様でも最近この音楽気になってるんですとか、あとラジオでかけてみたりとか、流れてきているあなたの耳に届いているお日様の内なる声っていうのを感じ取ってくださいっていうのが、お日様が今あなたに一番伝えたいこととして入っています。あとお日様の気持ちを理解してほしいとか、全てではないんですけど、今内に秘めている悩み葛藤っていうのを何かしらのサインとして出しているんですよね。それがあなたの、伝わってくるものがあるんです。多分耳だと思うんですけど、耳もしくは、そうですね、お日様の声かな。声や耳を通して、言葉とかを通してメッセージが発せられているので、それをキャッチしてほしいっていうことが一番のテーマとして入っています。で、キャッチした後どうしていくのかっていうのが細かくはこちらのタロットで出しているんですけど、まずお日様の中でこのやはりタワーとかソードの4番が入っているので、活動休止とか突然の出来事があって動けなくなっちゃったようなことがあった。それは良くも悪くもっていうことで、体調不良で一旦お休みしますとか、一時休止しますとかかもしれないし、事務所に何か問題があって今活動休止していますとか、またその悪いことではないんだけど突然のハプニングがあって、例えば機材が今壊れちゃってそれを修復するまでの間一旦活動休止していますとか、しばらく配信お休みしますとか、間空きますとかね、そういうことかもしれないし、今その一時休止っていうのが出てきています。流れがストップしているっていうことだけど、心配しないでほしい、安心してほしいって、今は不安な思いをさせてしまっているかもしれないけど、でもそしてこの後なんですが、そこから回復していくっていうことを伝えたいっていうふうにお日様が言ってきてくれています。で、ソードの天がお日様の位置に入ってきているので、やはり苦しいんだと、抱えきれない苦しみとか傷ついた心とか、そうですね、様々あると思います。痛みですね。総合して言えるのはお日様が傷んでいるということで、その痛みから今抜け出すために休息が必要だということ、そこに対して心配させてしまっているかもしれないけど、どうか心配はしないでほしいと、回復して、それから自分が歩み始めていく近未来っていうのが出てきているから、お日様回復します。肉体的にも精神的にも回復して、そしてまた、誠実にファンの方と向き合いながら活動を取り組んでいきますので、今は温かく見守ってほしいと。突然の出来事があったんだと、それは突然やってきた体の不調かもしれないし、環境の変化かもしれない。それに適応するまでの間少し時間もらうかもしれないと。で、そして多分心の中でもかなり葛藤している、苦しいっていうのが入ってくるんですよね。ここに初めから孤独っていうカードが入ってきていたので、一人ぼっちを感じていたりとか、うまく溶け込めない、または制作していて一人でこもっているっていう方もいるかもしれないし、もともと一人の世界で活動しているっていうね、そういうお日様なのかもしれないけど、かなりこの孤立感というか、一人の世界っていうのをね持っているのか、そこに対して今不安とか、なかなか動けないとか、モチベーションが高まっていかないっていうことを感じてるのかもしれない。でもそんな状況なんだけど、いずれ表舞台に立っていくので、その時にはもう健康状態整っているから安心してほしいと。いろんなことが様々流れていくけれども、どうか温かく見守ってほしいと。お日様は傷ついていたりとか傷んでいる、何か環境の変化もあったかもしれないけど、全て調和の方へ向かって回復する傾向に、これから流れていきます。障害となっていたものは抜けていくし、去っていくし、困難だと思っていたことや苦しかったこと、痛みとかも耐えてきたことっていうのは終わりを告げて、また新しい気持ちで再スタートと言いますか、お日様の中でまたもう一回頑張ろうって思ったりとか、もう一度活動しようとか、お休みもらって十分に充電したから元気いっぱいに活動しようっていうことで、また誠実にコツコツと積み上げていきます。なのでそれをどうか見つめていてほしいというメッセージが込められています。そしてあなたに何を求めるのかって言ったら、どんなことがあってもこのお日様のことを静かに見守っていてほしいということと、
あなた自身のこともお日様が伝えてきてくれています。どうかこのお日様のメッセージを受け取って、そしてそこで感じることがあれば、あなたの方からも応援のメッセージをくれると嬉しいなっていうこと。そしてあまり回復とか痛みとかっていうことに対しては、どういうことがあったの、こういうことがあったの、ああなんじゃないか、こうなんじゃないかっていろんな憶測が飛び交うかもしれないけど、それに惑わされないでほしいということと、あなた自身もそういう発言をお日様にしないでほしいということ。何かあったんですか、こうなんじゃないんですか、ああなんじゃないんですかってあまり検索はかけないでほしいということ。自分の中でこれは解決して回復させて、良い状態で表舞台に立ってあなたの前に立ちたいという思いがあるので、深く心配はしないでほしい。今のポジションのままあなたは応援してほしい、応援し続けてほしいっていう風に出てきています。ワンドの7番、諦めずに粘り強く取り組んでいってほしい。これは推し活に対してもそうかもしれないし、お日様のことに対してね、不安なこと今思っていることがあると思うんですが、どうかね、自分の気持ちあまり縛り付けすぎずにね、推し活これからもマイペースに続けていってほしいっていうこと。あなたが無理しすぎてしまうと、このお日様も気にかけてしまうので、気にしすぎてしまうから、心配しちゃうから、無理ない程度にマイペースでいいからついてきてほしいなっていうことも伝えてきてくれています。ソードの8がアドバイスカードに入っています。自分で自分を苦しめすぎるようなことなくね、推し活これからもしてくださいっていうことですね。情報に惑わされることなく、そして自分の中でこうじゃなきゃいけないっていうふうに思い込みすぎる必要もなく、そして孤独を感じすぎないでください。お日様の辛いっていうところを伝わってきて、あなた自身も苦しくなることあるんじゃないかなって共感しやすくて、お日様が辛いと自分もすごく辛いとか、それでいっぱいで飲み込まれすぎないようにっていう風にできる限りこの辛い苦しいっていうことは前面に出していかないっていうのはお日様の方針としてあって、ただね、ちょっとしたサインっていうのを出しているので、それを多分あなたが感じ取りやすいんだと思います。はい。だけど周りの人たちが気がつかないところまで感じ取った場合は、それはあなたの中で思っておいてくださいと。あまりお日様が今悩んでるみたいな感じで発信は表向きしないでおいて、胸の中に閉じ込めておいてください。あなたにしかわからないサインを送っている可能性もあります。でもそのことによってあなたは苦しみすぎる必要はないんですよっていうこと。私お日様は大丈夫、今充電してこれから活躍していく、表に立っていくので、ハッピーエンディング、調和の回復です。うまくいかなかったことも回復して良い未来を築くことができる、この人の力で築いていくので、それを見守っていてほしい、そんなメッセージです。隠れたメッセージをあなたが拾い上げるんですね。ではもう一度オラクルカードを使って好転アドバイスもらっていきましょう。あとは束縛しすぎないでほしいっていうことが入っているので、あなた自身が自分自身で苦しめすぎないでってことを言ってるので、例えば推し活に時間やお金を使いすぎないでほしいとか、無理しすぎないでほしいっていうことです。あなた自身が苦しいと思うようなことは無理してしなくていいと。で、自分が好きでやってるっていうことに関してはそれはそれでいいんですよ。でもどこかで無理してるっていう風に感じてるんだったら、あなた自身も十分に余裕を持ってくださいって、そういうお日様からのメッセージも入っていました。そして好転アドバイスです。こちらのカードは堂々巡り、ラウンド&ラウンド、ずっと延々と同じことが繰り返されていく。今回はこちらの好転アドバイスについては、このウィズダムオラクルから、ガイドブックから抜粋して読み上げていきましょう。堂々巡り、学びが終わっていない時、その時に立つべきサイクルがあり、そこから新しい視点が生まれてくる。メッセージは、あなたは後退したように、後ろに下がったように感じているかもしれませんが、このカードは本当はあなたが以前より高いレベルにいて、周りの状況を見下ろしていることを伝えています。あなたは何かを学び、努力し、過去にはまったサイクルを断ち切るでしょう。あなたは広い視野で最初の一歩を踏み出すことで、
そこから学んだ知恵や知識にアクセスすることができます。過去にすでに起こったことの繰り返しのような状況が起きている場合、それは過去には理解できなかったことを理解する機会として捉えてください。何があなたにとって重要で、何が重要ではないのか、繰り返し考えてみましょう。そうすれば古いサイクルから自由になり、堂々巡りをやめることができるでしょう。堂々巡りしていて、その中から古いもの、もう手放すべきものを見極めて手放していきましょう。同じこと繰り返し起こっているなと感じていることは何かしらのサインとして現れていると、このカードは伝えてきてくれています。同じことを繰り返している、何度も何度も同じ道、同じ思いをしている、それを感じている時が、それがサインなんだと。そのサインの中で今あなたが気がつくことが出てくる。何に気がつくのか、自分がもう手放すべきものに気づいてくださいと。それを手放した瞬間に次のサイクルがまた始まっていく、そんなメッセージ、肯定アドバイスです。同じように巡っているかもしれないが、あなたは今でも上昇しているところにいるんですよって。上昇している中で古いものを手放していきましょう。それが肯定アドバイスです。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。こちらはオメガのカードです。オメガは困難を表します。収穫期になっても作物が熟していないか、または収穫量が少ないことを告げる信託のカードです。これは農業に限った話ではなく、他の仕事やプライベートな問題、物事においても同じようなこと、状況が現れる可能性を示しています。あなたの努力の成果を早すぎる時期に得ようとするのであれば、そのリターンは割に合わないか、あなたにとっては理想とはかけ離れた結果になるものかもしれません。早いうちに収穫しようとせずに、適切な時期に求めていきましょう。まだ結果を求めるには時期尚早ですよっていう、収穫はまだ早いですよ、今収穫の時ではないですよっていうことを伝えているカードです。それは時が熟せば、ちゃんとしっかりと努力して、この時期タイミングを見れば大きな成果を得ることができます。行き急ぎすぎないでください。心配しすぎないでください。思い詰めすぎないでください。やがて調和の回復へと向かっていきますので、その時にしっかりと受け取るべきものを受け取りましょう。お日様の活躍について、活動についても心配しているところがあるかもしれません。ですが、あなたが受け取っているものっていうのは、あなただけの胸の内に秘めておきましょう。やがてお日様が表に立った時、回復した時に、そこで改めて安心するかもしれないし、そこでお日様から改めてお声掛けがあるかもしれません。無理をせずに、あなた自身も、早まりすぎずにゆっくりと進めてみてください。推し活はマイペースにというのが入っていました。今回はお日様シリーズ、お日様の現在のお悩み、今の活動について考えていること、そしてあなた自身に今伝えたいことと求めていることをお伝えしていきました。とても察知する能力が高いあなた様っていうのが出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはお日様シリーズです。お日様が今考えていること、今後の活動についてどう考えているのか、そしてあなたに求めていることをお伝えしていきます。よろしくお願いします。早速トランスペアレントのオラクルカードよりシャッフルしてカードを2枚出していきます。まずはお日様の現在の状態、コンディションを1枚出していった後に、あなたに求めていること、どんなことをあなた自身に求めているのか見ていきましょう。
はい、それでは見ていきます。まずこちら側がお日様があなたに伝えたいことですね。後から詳しくお話ししていきます。まずお日様の状態現状から見ていきましょう。ハイヤーパワー、はい、ハイヤーセルフですね。エコー時の自分とつながっていくで思ったんですが、このお日様、活動されていて声を使っていますね。はい、トーク、声っていうカードが出ているので、自分の声を使った活動をされています。配信をしている、動画を撮っている、歌を歌っている、喋っている、トークですね、演技をされている、声を使った活動をしています。制作物に声が入っている、ボイスが入っている、ナレーションをつけて動画作成をしていたりとか、はい、声っていうのが一番に入ってきます。そうですね、何かを伝えるとかっていうお仕事活動なんだと思うんですけど、クリエイターだとしても声を使っている、声がメインだと思われますね。はい、ということで、プラス今その自分が上昇傾向にあると、より高いレベルに自分を持っていきたい、自分を高めていきたいっていう気持ちが強くなっています。今とても順調、お仕事も順調、活動順調、報酬や成功っていうのも受け取っている時なんじゃないかなと思いますし、守られている幸運とかですね、チャンスに恵まれている時とも言えるでしょう。はい、この人の中で努力して掴み取ってきたものとか、長い下積みの上、ようやく今見つかったとか、光が差し込んできたようなお日様もいるでしょうし、今そのいい感じっていうことですね。総じて言えるのは上り調子、いい感じですっていう風に、ご自身のコンディションもとてもいいと思いますし、活動自体が声を使っているっていうのはここ出てきていますね。状態もすごくいいんじゃないかなと思います。お日様が自分の活動について今求めているもの、目指しているものをオラクルで1枚もらっていきましょう。どういうところに自分を持っていきたいと思っている、どうしたいと思っているのかってことです。はい、1枚もらっていきましょう。リスペクトのカードが入っています。自分自身自信をつけたいとか、私は私ですっていう風に自分を確立したいっていうお日様なのかもしれません。誰かに認められたいとか、誇らしくいたい、そうですね、自分は自分ですっていうことを周りに気は使うんですよ。気は使うんですけど、自分の色を押し出していきたいとかね、オリジナリティを発揮していきたい活動者なので、このイメージと言ったらこの人、このお日様だよねっていうことを周りの人に認めてほしいとか、認知されたい、もっと活躍の場を広げていきたいとか、活動していきたいっていうのも伝わってきます。ではこのお日様の活動を見ていきましょう。周りとの馴染み方、障害に感じていること、そして近未来の流れというふうに出していきました。ではここで見ていきます。お日様の状態、周りの状況、障害、そして今後の行方ということで、今後の展開なんですが、やっぱり、鳥のカードが入ってきて、コミュニケーション、会話、声なんですよね。なのでお日様、声使われているんじゃないかな、もしくは声を使ったお仕事に抜擢される機会が増えます。なので普段声を使わない活動をされていたとしても、人前に立って講演会に出たり呼ばれたりとか、発表受賞とかしてインタビューを受けたりとかして、自分の声を世間に届けていくっていう機会が出てくると思います。近未来の流れです。もしくはコミュニティが活発化していくので、自分の思った通りのことを伝えていくことによって、よりそれが浸透していくような流れですね。自分の活動を通じてよりそれが広がっていく。多分声を使ったお仕事活動されていると思うんですけど、歌を歌ってるとか演技してるとか、それが順調に流れていくってことですね。
でそして周りとの関係も今順調に、構築されている時ですし、この方自身がまずお仕事に対して誠実に取り組んでいる、活動に対してね、もう活動一本でやってますよっていう感じです。お仕事熱心な方、自分の活動にすごくもう全身全霊込めて活動されている方っていうのが入ってきます。で時には自分を責めすぎてしまうこともあるんですけど、周りに八つ当たりするというよりは自分で自分を責めてしまうタイプ、完璧主義者で、自分でもっと良くなればいいのにとか、自分自身がもっとうまくできればいいのにとか、周りのせいにはしない、周りがこうだからああだからじゃなくて、周りに対しては誠実に向き合っていくし、周りの人と協力し合いながら信頼関係を育んでいるし、周りからの信頼も厚いんです。自分に対して完璧主義者だから、自分で自分が許せないと思ったところに対しては多分結構しつこく、こういうとこダメなんだよねってところが根強く残ってしまうタイプなんだと思います。そして仕事人間なので、もう活動のことしか考えないってぐらい今活動に注力を注いでいる、うまくいってるしね、波にも乗ってるので、ただその後に自分の実力がどこまで通じるんだろうとか、これから先大きな成功を収めることができるんだろうかっていうね、この太陽のカードが障害のところに入ってきます。チャンスが訪れてもそれをものにしていけるかどうかってところで、自分自身で自分を不安にさせてしまってるっていうか、周りの人ができるよ、大丈夫だよ、あなただったらうまくいくよ、協力するよっていう風に言ってくださってるんですけど、この人自身が自分の中で何かにとらわれてしまってるというか、何かが邪魔してしまってる、自分はこうじゃなきゃいけないからっていう自分の理想像っていうのを強く持ちすぎていて、柔軟に対応することができない、柔軟に対応してくださいって言われた時にうまく対応できなくて、こんな些細なミスで自分許せないみたいなことで、それをずっと引きずっちゃうようなタイプで、この成功っていうところに対しては柔軟に対応していく必要がこのお日様の中で出てくるんですが、さあこのお日様、今のこのいい感じっていう状態と、自分っていうのをもっと広く浸透させていきたいっていう気持ちに対してどう流していきましょうかってところなんですが、でも心配には及びません。コミュニケーションのカードが入っている、周りの状況もいい、周りとうまく協力し合いながら、ファンの方々とも良い関係を築いていきながら、これからも邁進し続けていくでしょう。困難なことがあったとしても、このお日様の今エネルギーが高まっているので、乗り越えて成功を収めることができます。大丈夫。不安に思うところは自分自身っていうところが入っているんですけど、自分を少し甘やかしてあげると本当はいいんですが、このお日様の性格上、性質上、自分に対して完璧を求めすぎる傾向があるっていうのはあります。だからこそ努力して掴み取るものとか、ね、このビジョンとかも明確に見えるっていうのがあるんです。なので完璧を求めすぎるのが決して悪いわけではないっていうことは出てきています。そしてお日様があなたに求めていること、どんなことを求めているのかっていうふうに今度ね、シフト展示してみていきましょう。これその高いところ、ここまでとか限界っていうところを表しています。頂上とか。そしてこちらは8のカードですね。はい、これもコミュニティとかチームワーク、そして調和を表しています。8っていうとみんなで協力し合って、そして蜂の巣に花の花粉かな持ってきて蜂蜜を作っていくっていう共同作業ですよね。これを今求められています。なのでつまりはファンの方々、ファンダムとの調和っていうのをあなたに求めているのかなとも思いますし、そして限界のさらに先へ、さらにその先へっていうことを表しているので、あなた自身が次のステージへ進むことっていうのをお日様が今求めていることとして出してくれています。今まで怖くてなかなか踏み出せなかったとか、コメントしづらいとか、このコミュニティに入っていく、このファンクラブの中に入っていくのが勇気いるっていう方もいたかもしれない。今チャンスですよって、周りとうまく馴染んでいくチャンスがやってきていて、限界突破する時がやってきている。その限界突破っていうのはこのコミュニティとか調和っていうところに関わってくるんじゃないかなと思うんですね。そして
そうですね、あなたが周りの人に対して親切に接することっていうこともヒントとして入ってきています。今まで一人で推し活やってきましたっていう方は、みんなで楽しむ喜び楽しさっていうことに今挑戦してもいいんじゃないかっていうお日様のメッセージ、あなたが対立しているわけではないと思うんですね。周りのファンの方々と今争ってるとかそういうことではないと思うんですが、お日様が言いたいのは、みんなで楽しんでくれると嬉しいなとか、情報をシェアしてくれると嬉しい。それはお日様に対してかもしれないですよね。お日様の、ツイートというんですか、 X を、リツイートリポストするとか引用するとか、こういう情報がありますよっていうふうに情報をシェアしてあげるとか、お日様と共有することっていうのもお日様が求めていることなんじゃないかと。そして一歩勇気を踏み出して知らない世界へ足を踏み入れてみてって、それがそのコミュニティっていうふうに入ってくるので、ファンクラブだったりとか、あなたが例えば SNS でさらにもう一歩踏み出した奥底へ踏み入れた行動をとってみるとか、今までだったらコメント控えていたんだけど勇気持ってコメント一つ二つ送ってみるとか、今ね一歩踏み出す時がやってきているよって、それを求めているよっていうお日様のメッセージ。そしてさらに詳しくタロットカードで見ていきましょう。ではタロットからあなたに求めていることを出していきます。お日様の活動プラスあなたに求めていることです。はい、見ていきましょう。こちらカードが二重になっていたので正しい枚数で取っています。まずそうですね、すごく良い流れ、そしてあなたに求めていることとか伝えたいことっていうのもすごく良いんじゃないかなっていうふうに見ます。お日様のまず今後の流れ動きっていうふうに見ていくと、やはりここですね、ソードの6番で良い世界へと自分が進んでいるっていうことをあなたに伝えてきてくれている。そしてどんな状況にあっても自分は自分の活動において諦めることなく目標に向かって進んでいる。そしてこれからさらに本当にこの自分の魅力を押し出すためのこの未来っていうのがこのお日様の活動で言われているので、さらに人気になるとか知名度が上がるとか、このお日様の魅力、またはそうですね、もし、歌手をされている方だったらその作品がとか歌がより売れるとか、より皆さんに聞いてもらえるとか、演技だとしたら主役に抜擢されるなど、この方のお日様の魅力がより開花するような近未来っていうのが出てます。そのために努力も惜しまないし、自分が向かっていってる目標に向かって進んでいるんだってこと、順調に流れていますよっていうこと、そして自分があまり負担なくストレスかかりすぎることなく、嫌な気持ちすることなく頑張ってるんだっていうことをあなたに伝えたいっていうことはお日様が伝えてきてくれています。ではあなたに求めていることっていうのを見ていきましょう。期待してほしいっていうことが出てきていますね。これから新しい世界を見せてあげるっていうのがお日様からのメッセージです。それは新しい活躍とか新しい作品、新しい舞台を見せたいってことかもしれないし、これからの活動に期待してくださいっていうふうに、ますます活動していくとか新しく始まってくるものがあるっていうふうに出てきているんですね。そうですね、拡大していくっていうことです。そしてお日様自身を表すところにペンタクルのエースのカードが入っているので、チャンスをつかむ、幸運をつかむっていうのが入ってきます。ここの太陽のカードも入ってきたので、成功へ向かって一歩前進するだけではなくて100歩ぐらい前進してもう掴み取っちゃうよってぐらいね、そんな大きなエネルギーとか栄光繁栄っていうのが現れています。祝福ですね。お祝い事が間もなくやってくる、活躍する。ぜひそれを喜びを共に分かち合ってほしい、一緒に喜んでほしい。
少し寂しい思いもしちゃうかもしれませんね。お日様が遠くに行ってしまうような、そんな気持ちになるかもしれません。でもついてきてほしいっていう気持ち、お日様が持っているっていうこと、あなたについてきてほしいと思ってる。これから新しい活躍、もっと大きな世界へと羽ばたいていくだろう。だからちょっとね、距離が遠くなっちゃって寂しい思いするわっていう風に思う方もいるかもしれないけど、でもそれでもね、そのお日様を推してる、応援してるんだっていう気持ち、大切に胸に抱いていきながら、応援してほしいって、新しい世界にお日様が行ったとしても、あなたも一緒に連れていくから、一緒にその新しい世界で喜び合うことっていうのをお日様は求めていますね。カップの2番のカードです。ぜひついてきてほしいんだと。新しい世界、新しい景色がこれからお日様を待ってるし、あなたをそこに連れていくんだってことが伝わってきますね。すごく素晴らしい流れ。ではシャドウキャットからもらっていきましょう。好転アドバイスです。あなたに求めていることっていうのは、もう新しい気持ちや新鮮な気持ち、これから訪れると思います。お日様の環境、状況、成功っていうのも変わってくる。成功して状況が変わってくる、環境が変わってくる。より一層人気者になっちゃって距離を感じちゃうことがあるかもしれないけど、寂しい思いを感じずに、ぜひ喜ばしいこととして受け止めてほしいってこと。はい、そして危険を逃れる好転メッセージです。何かから逃げてください。そして休養してください。ゆっくりと休んで心の安定を保ってください。無力感、争い事から逃げましょう。避けましょう。そしてより良いコミュニティの場を作ってください。あなたにとって安全な場を確保しましょう。で、周りとの調和っていうのもあったので、今その派閥ができているとか、コミュニティの間で揉め事があるのであれば、そこからまず避難すること。例えばアンチがいるとか、このお日様に対して過剰に反応する方々がいて、自分とは合わないなと思うのであれば、無理してそこを調和させる必要はありません。あなたが調和するべきところは自分の心ですっていうことと、無理してね、周りと合わせすぎる必要なく、嫌だなって思うところからは避ける。自衛しましょう。自分自身の身を守りましょう。ブロックする、ミュートする、距離を置くなどして争い事から身を引きましょうっていうことと、自分自身の心、体の休息を取りましょう。そして危険だ、もう近づかない方がいいなって思ったら、そこから逃げてください。その方が自分の心の調和、安定へとつながっていくでしょう。ただし、自分が心地いいなとか入ってみたいなと思ったコミュニティに関しては、勇気を持って踏み入れてください。そして今まで我慢して付き合い続けてきたコミュニティからは、勇気を持って抜け出してください。そのように入ってきました。できれば争い事なく、みんな一丸となってね、お日様と同じ気持ちで進んでもらえると、お日様はすごく嬉しいとは思うんですが、たくさん人気が出てくるにつれて、いろんな意見が、いろんな考え方を持った人が集まってくるので、一丸となっていくのが難しいと。なので、自分の中で心地いいと思えるコミュニティの中に属してください。そしてやっぱり常にお日様のことを見ていてくださいねって、周りではないよっていうことですね。勇気を持ってコミュニティから抜け出すとか入るとか、そういうことはする必要はあるんだけど、一番に考えてほしい、お日様が求めていることっていうのはここですね。お日様とあなたが向かい合っていること、気持ちの交換、共有をし合っているということ。新しい出来事が訪れるかもしれない。だけど遠くに行ってしまう寂しいではなくて、これからも同じ距離感でいるよっていうこと、あなたを大切に思っているよっていうこと、それだけ忘れないでほしいっていうふうにお相手、お日様からのメッセージとして伝わってきました。この気持ちをね、温かい気持ちをずっと持っていてって、いずれその気持ち、お日様に通じる時やお日様の気持ちがあなたに伝わる時、お互いの気持ち、意見を交換し合うタイミングがやってくるので、例えばオンラインミーティングだったりとか、握手会だったりとか、1対1で話せる場所とか、コメントを読み上げてもらって感想をもらえるような場所がやってくると思うので、そのタイミングを期待してくださいっていうことです。では好転アドバイスで1枚カードをもらっていきましょう。
はい、こちらからです。ミルク&ハニー、柔らかい素敵なカードですね。2番さんもお日様の活動の流れもいいですし、全体的にあなた自身へお日様が伝えたいことや、あなた自身の流れもとても素晴らしいものなんじゃないかなっていうふうに見ています。甘いっていうねことが入ってきますね。今回こちらの好転アドバイスについては、ウィズダムオラクルガイドブックより文章を抜粋してお届けしようと思います。ミルクと蜂蜜、ミルク&ハニー、豊かさの感覚、信頼性から生まれるチャンス、豊かさを育む、願いが叶うと信じるという意味があります。メッセージです。人生の素晴らしい時期に入りました。誰もが求める豊かな世界を楽しみましょう。あなたのすべての感覚が宇宙の限りない可能性に対して目覚めると、意欲的ではなくなる時があります。このような時期は大切で、あなたが信頼されている時にのみ訪れます。リラックスして求めないでいれば、信頼性は具体的かつ繊細な方法で育まれます。豊かさはエネルギーであり、あなたはその一部です。あなたの願いはすべて叶えられようとしています。あらゆる形で豊かさという贈り物が与えられるでしょう。はい、人間関係についてもつながり、情熱的なロマンスが生まれる時です。理解し合う素晴らしい時がやってきます。優しい気持ちで感謝を胸に、そして豊かさを受け取っていきましょう。はい、素晴らしい豊かさがこれから訪れるよっていうことですね。はい、痛みや不調も回復していって、これから豊かなことが待っているので、それを手にしましょうっていうミルク&ハニーのカードからのメッセージです。魂が癒され、そして成長へとつながっていきますっていう、そんなメッセージが込められていました。はい、では美味しく味わってくださいっていうメッセージと、これが好転アドバイスですね。もう間もなくね、豊かさがやってくるので、それを受け取ってくださいっていうことですね。はい、ということで、あとはお選びいただいたオラクルカードです。こちらはタウ、周囲の仲間のことを表しています。周囲の人々とのつながりについて、このメッセージをもらっていきます。今あなたを囲んでいる仲間から離れることになるでしょうっていうメッセージなんです。コミュニティから離れる、危険を察知して離れるということなのでしょうか。あなたはとある人物と望まぬ別れ、もしくは好ましくないコミュニティや人間関係を解消することがこれから訪れるかもしれません。いずれのケースにせよ、その相手はあなたの身近なところにいます。後々に疎遠になるというパターンもあれば、第三者によって別々の道を歩むことになるという場合もあります。どんな形であっても、今あなたが必要のない仲間たち、コミュニティからあなたが抜けていく時がやってきていますっていうね、仲間との別離っていうことが言われているカードです。周囲の仲間っていうのが大きく掲げられているテーマなんですが、この仲間と調和していくのか、ただ無理して調和する必要はないんじゃないかっていうこと、勇気を持ってあなたが行動に移すことは、周りと馴染むこと、歩み寄ることなのか、勇気を持って抜け出すことなのか、どちらかになっていくんじゃないかなと思いました。ただし、危険なことからは逃げてくださいとか、嫌なことからは避けましょう、逃げていきましょうっていうこと、自分の身を確保して、安全を確保してね、自分の体心を温めてくださいねっていう、そういうことも出てきています。温かい飲み物をとって夜眠りやすい環境を作ってください、そういう肯定メッセージもありました。今回はお日様シリーズです。お日様の今考えていることや近未来の流れ、そしてあなたに求めていることをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはお日様シリーズです。お日様の現在考えていること、お悩み、そして今後の流れ、そしてあなたに伝えたいこと、求めていることをお伝えしていきます。よろしくお願いします。では
トランスペアレントのオラクルカードより、お日様の現在のコンディションとあなたに対してどんなことを求めているのか、カードを2枚出していきます。はい、それでは見ていきます。まずこちらがお日様があなたに求めていることです。これを後でお伝えしていきます。まずはお日様の現在のコンディションっていうところなんですが、見ていきましょう。そうですね、復活のカードが入っています。苦しかったことがあったのか、炎上したとか、困ったことがあったんだけど、止まっていたことがあったんだけど、そこから復活したんだってことが言われています。で、予測不能の出来事があったんじゃないかなっていうのと、ちょっと深掘りしたいなっていうのがあって、こちらのシャドウキャットから1枚ください。なんか今入ってくるのは、過去炎上したとかっていう噂になったようなことがあったのかなと思ったんですよね。はい、ためらいのカードですね。復帰のチャンスを伺っていた、また活躍できる機会が巡ってくるのを待っていた、このお日様自体が、ルールにとらわれない自由な方っていうのも入ってくるし、あとは、ちょっと読めない方、ファンのあなたから見ていてもつかみどころのないような方なのかもしれないなと思いました。軽やかに動かれるんですが、復活のカードも出てきているので、一旦活動が止まってしまったとか、うまくいかなかった過去があったんですけど、今ようやく復活の兆しが見えてきたとかっていうのが入ってきています。長らく低迷していたとか、休止していたとか、そうですね、姿が見えなかったとかかもしれませんね。復活っていうのが出てきているのと、あとこのお日様自体がつかみどころのないような方なのか、もしくは風向きが変わりやすいような方なので、周りからですね、評価が変化しやすい方、そのひどくなんて言うんでしたっけ、ひどく非難されることもあれば、過剰に持ち上げられるようなこともあったりとか、評価がの上下っていうんですか、波が激しい方なのかもしれないし、世間からの風当たりが強めの方なのかもしれないなと思いました。あとはそうですね、もしくはこの方の未来がまだこう流れやすいっていうのが、流れが速くて、どんな未来になるのかちょっと不確かっていうところがあるから、ファンのあなたから見てもこのお日様未来どうなっていくんだろうって、もしかしたらパッといなくなっちゃうようなことがあるかもしれないし、ガラッと活動の場を変えるかもしれないし、予測不可能な可能性というか、そんなまだつかみどころのないっていう未来っていうのがちょっと感じられるので、お日様の、どこを目指しているのかっていう、お日様自身が今自分自身どこを目指しているのか、目標を1枚もらっていきましょう。どこを目指しているのか、チャンスが来るのを願っている、自分に
自分が好転していくのを待っている、どこを目指しているのか、チャンスがやってくる、巡ってくるのを待っている、今は辛抱強く耐えている、周りの状況をよく見ようとしている。なぜだったら過去に1回自分が失敗したから、自分のわがままを押し通したのかもしれない。やりたいことをやって炎上したとか、一旦活動休止のような、自分のわがままじゃないかもしれないけど予測不能な出来事があって、うまく活動ができなかった時期があったから、もう一度復活やチャンスっていうのを望んでいるっていう、今のお日様の考えっていうのが出てきています。ではルノルマンを使って見ていきます。お日様の近未来の流れです。今の現状や近未来を出していきます。はい、そうですね。もう一枚出しましょうか。最後が淑女のカードで出てきてるんです。淑女は今回はお日様で見ています。このルノルマンの場合。なので淑女にもう一枚出します。はい、これで見ていきます。まず現在のお日様の立ち位置っていうところにレターのカードが入ってきています。かなり孤独感を感じていたとか、やはり過去の行いについて考えていたんじゃないかなと思います。こちらの上のカードもね、一緒に考えてみていくんですけど、復活のために一人奮闘されたとか、うまく立ち回らないと復活のタイミングがやってこないんじゃないか、自分自身でタイミング好機を狙っていたっていうのが伝わってきますね。それで誰かに対して文を出したんですよ、レター。はい、助けを求めたのかもしれないし、どうか自分にチャンスをくださいのようなね、そういうことを出したのかもしれない。何か自分の意思を表明する場所があった、機会があったんじゃないか。それで、うまくチャンスをつかもうとしているっていう現在のこのお日様の状況っていうのが出ています。これはファンの方に向けたメッセージではないかもしれない。ファンの方に向けたメッセージじゃなくて、お日様自身が関係者の方々との良好な関係を築くために自ら動き始めていることがあるんじゃないかと。少し前までは孤独感を感じていたり、復活っていうのがあるので、復活の前の状態だったんですよね。うまくいかない、もどかしいとか停滞しているとか、そういうところを感じていて、そこから一人で奮闘された、抜け出そうと思った、うまく立ち回ろうと思って、いろんな人に頼りを出した、連絡を取ってみた。そしてここが周りの環境です。熊のカードが出ているので、権力者がいたんですね。このお日様にとってプラスにもなるしマイナスにもなる、どっちになるかわからないんですが、大きな存在っていうのが今いらっしゃいます。でこの方をうまく味方につけたいというか、力添えをもらって自分がもう一度復活するチャンスっていうのを望んでいるっていうのが出てきていますね。事務所の社長さんとか、そのような立場、目上の方とか権力を持った方ですね。はい、自分のこれからの行く道を応援してくださればすごく心強いし、妨げになってしまえばチャンスがつかみづらくなってしまうだろうしっていうところで、重圧感を感じるような方ですね。はい、ずっしりとした感じがします。そして今障害になっているところに船のカードが入っています。出発がなかなかできないと、つまり復活までに時間がかかるとか、思った通りに準備ことが運んでいかないとか、整わないっていうのが入ってきます。そしてもしかしたらもうすでに復活に向けて舵が切られているのかもしれないけど、じゃあそれから先の未来っていうのがどうなっていくのかっていうのが、このお日様にかかってるんだよっていうところが出てきてるんですね。このお日様次第で変わっていくんですが、じゃあお日様はどういうふうに流れを掴んでいくのかって言ったら、魚のカードが出てきました。なので大丈夫でしょう、はい、心配しないでくださいと出てきましたね。豊かさ、発展などを表す魚のカードが出てきているし、経済面でも豊かなものになっていくので落ち着くでしょう。
このお日様がしっかりと自分軸を持って、自分にしっかり芯を持って進んでいくことによって、これから復活して発展していくような、そんな流れになっていきます。誰かの顔色を伺う権力者、上司、社長、自分を雇ってくれる人、または関係者の顔色を伺って好機を見ているところはありますが、いざ乗ってしまえば、あとはこの方が、お日様がうまくコントロールすることによって自分に収穫得ることができるでしょう。つまり今復活するっていうところでピンとくる方、今このお日様が新しい活躍の場が出てくるとか、復活じゃないんだけどしばらくお休みしていたとか、あまり作品に出演していなくて大きな出演が決まったっていう、これが復活のサインですね。この大きな作品に出演するときにこれが売れるだろうと、そこでまた再び人気が出るとか、さらに一層人気が出るとか、有名になっていくっていうのが入ってきています。これがお日様の近未来の流れ、現在の立ち位置ってところで見ていきました。ではここですね、あなたに求めていることで見ていきましょう。今現在のことを表していることと、このカードが、レイブンのカードでカラスに似た黒い鳥です。で、何か伝えてきてほしい、今現在のことを、今現在に目を向けてほしいっていうこと、そしてあとはこちら言葉とかも司っているんですね。それはあなたの言語、言葉で何かを示してほしいっていうことかもしれないし、また海外のお日様っていう可能性も少しあるかなと思いました。今起きていることに目を向けてほしい、そして成功を信じてほしいっていうこと、今お日様の間で起きている出来事伝わっていると思います。そのことに集中してほしい。過去でもなく未来でもなく、今のことに、集中して全力を注いでほしい。過去こうだったから、ああだったから、過去の栄光とかね、失敗とか、そこにとらわれすぎる必要なく、未来どうなっていくんだろうっていうふうに不安に思うことなく、今のこのお日様、今現在のこのお日様を見ていてほしいっていうことが、このお日様があなたに求めていることとして大きくテーマとして入っています。ではタロットを使っていきましょう。こちらのタロットカードを使って見ていきます。はい、こちらの7枚で見ていきます。はい、そうですね、過去をリセットするっていうカードが出ています。まさに今を見てほしいっていうお日様の気持ちが出てきているんじゃないかなと思います。上3枚がお日様の今後の流れですね。ファンのあなたの前で見せるお日様の表だった活動の内容、流れなんですが、過去を断ち切って新しい世界へ、未来へと旅立っていく。ここもですもそうですね。終わりと始まり、一旦物事サイクルが一つ終了し、新しい夜明け、新しい世界がやってきて、そこに踏み込んでいくっていうお日様です。しかし近未来の流れ、新しく始めてみたものの、新しくね、船で出発したものの、なかなか難航するというふうにソードの8が告げています。ソードの8は自分自身の中で囚われてしまったりとか、自分自身を解放しきれない、制限をかけてしまうってことで、制限の中でだいぶ苦しむんじゃないかなっていう流れは出てきています。苦しむんだけれども、そこから打開するチャンスを見出そうとしていたりとか、自分でどうやって動いていこうかなっていうのをお日様が見つけていくような近未来です。でもっと言ってしまえば、そのお日様が動いていくことによって豊かさっていうのがここで掴むチャンスっていうのがあるので、お日様は豊かな方向に流れていくんだけれども、復活してすぐにそれがみんなに認められるとか、活動の場がもらえるとかっていうわけではなさそう。一山越えてからこの豊かさとかみんなに認めてもらうっていうところになっていくのかなと思うので、ここ制限がまず一つ挟んできますね。お日様自身が自分を
抑圧して抑え込んでわがままにならないようにしようとか、自分を制限つけて、そして新しい世界で馴染んでいこうとするのかもしれないし、または認めてもらうまでに少し時間がかかるとか、過去を断ち切って明るい未来へっていう風にお日様が向かっていってるので、過去やっぱり何かしらあったんじゃないかなっていうのがあります。復活とかね、チャンスを見ているっていうカードが出てきているので、これらを総合して見ていくと、そしてあとね、ここね、過去じゃなくて今を見てほしいってところを見ていると、過去のことについては深く見ていかないんですが、過去いろんなことがあったって、だけど自分は未来を向いて歩いているし、困難があったとしても自分で今度は耐えてやっていく、取り組んでいくんだっていうこと、一旦はセーブしながらやっていったりとか、チャンスを見つけながら進めていくんだけれども、いずれ自分がまた再び発展していくってところに流れていくから、しばらくは辛抱することが出てくるかもなっていうのは覚悟しているよっていうこと。そして今そうですね、お日様自体を表すところにカップのナイトが入ってくるので、自分の気持ち、そしてクリエイティブな活動とか、自分が誠実に向き合ってるんだよっていうこの気持ちや態度っていうのを表したい、行動として示したいということを伝えたいとか、そうですね、見せたい、みんなの前でお披露目したい、過去は振り返らない、未来を向いて伝え続けていく、自分の今の誠実な気持ち、今っていうところを伝え続けていくんだっていう姿勢を貫くよっていうこと。そしてお日様自身が今困難に感じていることっていうのがソードのエースです。なかなか決まらない、勇気が出なくて動けないこともあるだろう。近い未来ですね。決めなければいけないところで何かを制限かけて決めていくっていう風に選び取っていくお日様もいるだろうし、必ずしも勝利に向かって全身全霊込められないような出来事もあるだろうって、勝利に向かって自分を抑えなきゃいけない瞬間も出てくる。だから納得いかない部分も妥協しながら掴み取っていくような、切り開いていくような未来がこれから出てくるだろうっていうことですね。そしてそこに対してあなたに求めていることっていうのがペンタクルのセブンですね。関係性の見直し、改善っていうこと。今までの推し活応援してくれてありがとうっていう気持ち持ってるよって、ずっと思ってるよって、あなたがずっと応援してくれてたってことを感じ取ってるよって。でもあなたはこれからどうやって推していこうか、この推し様をどう応援していこうか、自分自身のことも考えてるし、自分の生活のこととか年月もありますよね。今までずっと長いことを応援していて、これから先の自分の人生どうしようかなっていうふうにあなたが感じてるかもしれないし、お日様と自分の距離感について感じてるかもしれない。これからのお日様の復活に向けて自分はどう応援していこうかなってことで考えてるかもしれないですね。もう一度考えてみてくださいって、お日様がこれから見せる態度によってあなたが決めてもいいんですよって。もしあなたにこのお日様の何かしらの気持ち、形として届くのであれば、そこであなたがもう一度見つめてみて、もうやっぱり押してみよう、もう一回押そうっていうふうに思えるかもしれないしね、もう一度関係性を考えてみようっていうふうにあなたの方で出てきています。お日様が伝えたいことっていうのが、より良い関係性にしていきたいっていうことなんだけれども、そこはあなたが自分自身で見極めてほしい。なぜだったら今っていうところに目を向けてほしいからっていうお日様のメッセージがあるからですね。そしてそこで何かを見出してほしいと。レイブンのカードです。メッセンジャー、あなたが何かを受け取って、そこで自分で噛み砕いていって自分の言葉にしてお日様に何かを伝えるとか、自分で判断するっていうことなんですね。何か見極めてほしいってことをお日様が伝えたいのかなと思いました。アドバイスカードがソードのページのカードですね。やはり周りの状況とかをよく見ながら、ご自身の生活状況とかもあると思いますし、推し活そのもののことを言ってるかもしれません。推し活状況をよく見ながら、そして推し活していくかどうか、どんな推し活をするのかどうかっていうのをこれから決めていってほしいっていうことですね。なかなか決めづらい、未来どうなるかわからないし、このお日様が新しい環境でどうなっていくのかっていうのが予測不可能で、迷い
どうしようみたいなところで、あなた自身が迷っている可能性もあるんですよね。なのでこれからの未来どう推し活していくのかっていう決めるための一つのきっかけがこれから出てくるのかもしれません。シャドウキャットでもう少しアドバイスカードもらっていきましょう。推し活について推し様があなたに求めていることについて出していきます。考え直すっていうカードです。推し方をもう一度改めて考えてみてねっていうのを推し様が言いたい。もしかしたらより良い方法が見つかるかもしれないし、軌道修正が必要になってくるかもしれませんっていう風にお日様からのメッセージで入ってきています。じゃあっていうところで、どういう方向性でって考えていったらいいですかっていう一つヒントをもらっていきましょう。こちらのカードですね。変化を受け入れる、脱皮のカードですね。変化し新しいですにも似てるかもしれません。一つのことに終わり、サイクルに終わりを告げて新しい自分に生まれ変わるこの脱皮の瞬間っていうのは、実はピリッと痛いかもしれない。でもその痛みを受け入れた先には新しい皮膚、新しい美しい体になった自分が待っているので、変化を受け入れるために今一度今を見つめて考え直してほしいっていうのがお日様からメッセージがたくさん届いていますね。周りのことを考えて決めるかもしれない、自分の生活を考えて決めるかもしれないし、その推し活をどうしていこうかってこと自体について情報を収集して、そこであなたが答えを出すのかもしれません。または周りとのコミュニティのことについて考えている方もいるかもしれないですよね。今あなたが立ち止まって考えたいことっていうのがあると思うんです。このことについて、推し活の中でもさらに細かくこのことについて考えたい、そのことについて変化を受け入れていきながら、もう一度考えてより良い策を見つけてください、より良い答えを見つけてくださいっていうのがお日様からのメッセージ。そしてお日様はあなたに対して誠実にこれから活動で示していきます。自分の気持ちや態度を示していくので、そこで判断してもいいっていうふうにお日様からのメッセージが入っています。では好転アドバイスのオラクルカードをもらっていきます。はい、こちらのカードです。で、今回好転アドバイスはウィズダムオラクルのガイドブックからメッセージを抜粋していただいていこうと思います。真実を明かすというカードです。意味は正直さ、ありのままを受け入れること、拒絶を乗り越える、率直さ、明確なコミュニケーションです。オラクルカードからのメッセージです。真実には2種類あります。物事の本質である真実と、何かを信奉する人々にとっての主観的な真実です。でも今はどちらの真実がより真実なのか議論するのではなく、あなたが自分の真実をはっきり伝える時です。周りや自分とのコミュニケーションの時には素直になり心を開きましょう。拒否される恐れを手放せば自由になれます。本当の自分になってたくさん傷がついても、魂、スピリットはあなたに奇跡で応えてくれるでしょう。相手の言葉に耳を傾け、その行動に注意を払えば、その人のことがすぐにわかります。このカードは人と心を開いて会話をするようにと言っています。お互いに分かち合えるものが何かを考え、あなた自身のことや必要としていることに正直に伝えましょうという真実を伝えていきましょう。また周りの人の真実に耳を傾けてくださいというメッセージです。真実を語る、心を開く、これが好転メッセージ。はい、今推し活について考えていることや推し様の行方について不安になっていたり、見守っている、遠くで見ているっていう方もいるかもしれない。今一度考え直すことと変化を受け入れること、変化を受け止めてほしい、今を見てほしいっていうのが推し様からのメッセージで入っていました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。こちらはニューといって争いの源、元となることを表しています。
あなたが誰かから、もしくはあなたが誰かに、あるいはあなた以外の誰かから誰かに何かしらの贈り物が贈られたとき、それが紛争の引き金となる可能性があります。ここでいう贈り物は文字通りのアイテム、物、目に見える形のものですね、が何らかのメッセージ、あるいは具体的なアクションであることを伝えています。その贈り物によってあなたが質問した問題への回答が、もしくはその問題の最終的な結果が見えてくると言えます。ギフト、贈り物なんですが、何かの受け渡し、目に見える形での受け渡しか、もしくは言葉で何か交わされた時っていうのが、この争いの元になってくるっていうことを伝えてきてくれているカードなんですね。そこのサインに気がついてください。その贈り物があなたを通じて行われること、もしくはあなたの周りで行われたことですっていうふうに言われているんですね。そしてこの受け渡しによってあなたが抱えている問題がクリアになる答えが見つかる、もしくは最終的な答えとしてこの受け渡しがサインとなって答えが見つかってくるだろうってことで、引き金となるもの、原因となっているものっていうのがここに隠されています。何かのやり取り、ものの受け渡し、これによって始まったもの、広がっていった混乱や紛争っていうのが、実はあなたの迷いを一つ答えづける何かのヒントになるだろうっていうことで、この信託のカードが出ています。争いの種からヒントが出てくる、答えが出てくるっていうことなので、何か争いって言ったら喧嘩しちゃうの、何かも揉め事があるのっていう風になるかもしれないんですが、総合的に見ると今お日様が過去を切り捨てて未来を見ているということ、新しい世界やチャンスを望んでいる、復活を望んでいるということ、お日様次第で未来は変わっていくんですが、なんとかものにしてこれからお日様復活を遂げていくでしょう。ただその中であなたが今感じていること、悩んでいることは一つの揉め事、あなたの周りで起きることかもしれません。そこにあなたが考えていることのヒントが眠っている。そして真実をあなたは伝えていく勇気を持つ、心を開く勇気を持つこと、今一度考え直すことっていうのがヒントとして出てきていました。で、推し活これからどうなっちゃうのっていうふうに思うかもしれないんですが、今に集中してくださいっていうことですね。過去でもなく未来でもなく、今起きていることに集中してくださいっていうふうにお日様からのメッセージが入ってきていました。この中からかなりメッセージ性の強いものばかりが出てきていたので、お日様にとっても転換期でしょうし、あなたにとっても転換期になると思います。はい、今トラブルの元から抜けて答えを見つけていきましょうということになりました。今回はお日様シリーズ、お日様の現時点での考え事や近未来の流れ、今あなたに求めていることを、伝えたいことをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。お日様シリーズ、推し活シリーズ、お日様の今現在の考え事、悩み、そして今進行していること、そしてあなたに求めていることについてお伝えしていきました。そうですね、そのお日様の近未来の活躍、応援しています。では今回はノルマンカードから3択で見ていきましょう。こちらから左、真ん中、右とお好きなものを直感で1枚お選びください。今あなたが推し活についてのヒントもらっていきましょう。より良い推し活をしていくために、またはお日様に自分の気持ちをうまく伝えていくためにとか、距離を近づけるためにっていうことのヒントとして受け取っていただいても構いません。あなたにとってより良い豊かな推し活をしていくためのヒント、アドバイスもらっていきましょう。どういうことをしていけばいいのか。
3枚出していきました。ここからお好きなもの、左、真ん中、右とお選びください。では今回は真ん中の方から見ていきます。はい、メッセージをもらっていきましょう。8番、棺のカードです。はい、棺は一旦終了っていうのを表しています。または休息です。もし疲れすぎてしまっていた場合、推し活しすぎて時間がいっぱいいっぱいなんですとか、夜更かしして推し活してますとか、かなり限界感じています。体力の限界とかね、気力の限界とかを感じている方は一旦休息するのもいいかもしれませんということで、ゆっくり休んでねっていう風に捉えていただいてもいいと思います。また一時停止っていうのがあるので、今大きな流れに乗っていてうまく自分自身コントロールできないっていう方は、一旦止まって周りのことを確かめてみる、自分の状態をチェックするっていうのもいいかもしれないですね。そうすることによって、一旦リセットすることによって、よりクリアに推し活していけるようになるでしょう。あとその秘密をあまり口外しないこととか、自分で溜まっているネガティブな思いとか、推し活について全般的に言えるんですが、ネガティブな発言をしないこととか、誰かを攻撃的にしてしまうというか、挑発してしまったりとか、誰かに対して攻撃的なコメントを送るとか、あと例えばなんですが、お日様とコメントもらったよとか、いいねもらったよとか、プライベートでやり取りしたよとか、そう秘密なこととか、あまり口外しない方がいいようなことっていうのは胸の中に秘めておいた方がいいかもしれません。これは一部の方に当てはまるかもしれないですが、全般的にはネガティブなことの発信っていうのは一旦控えましょうっていうふうに出てきています。棺のカードです。そしてあなたが今まで積み重ねてきたものっていうのは、これから実りを迎えますので、豊かな実りを手にするためにも一旦リセットしましょうっていうメッセージが入っていました。では右をお選びいただいた方です。はい、3番、船のカードです。さあ、今こそ出発する時がやってきました。新しいスタートが始まっていきます。あなたにとっても転換期となるでしょう。また推し活において遠出することが吉と出ています。例えばライブ会場に出かけるとか、お日様の展示会に足を運ぶなど、あなたにとってお出かけする推し活が吉となってくるでしょう。そして旅立ちや移動、スタートっていうのも入ってくるので、行動に起こすとき、推し活についても順調に前向きに進んでいきましょう。ポジティブな気持ちを持って明るく積極的に推し活していきましょうっていうメッセージだと思います。はい、今までの苦しかったことっていうのも、ここで肩の荷を下ろして身軽になって進んでいきましょう。では左をお選びいただいた方です。28番、こちらは紳士のカードです。で、絵柄としては女性の絵柄なんですが、28番紳士です。こちらのヒーリングライトルノルマンカード、こちらは28番と29番のカードが2枚ずつ入ってるんですね。で、28番紳士なので、今回はお日様として見ていきます。はい、今推し活うまく進めていくためにお日様に注目しましょう。もうお日様1本でいいんじゃないかっていうぐらいね、ドンと入ってきていますね。夢中になっていいと思います。お日様のために自分が思う存分気持ちがね、すっきりするまで推し活してもいいし、時間たっぷり使ってもいいし、いや、なんかバランス取りたいんだよねっていう方は、自分の思うように進んでいってもいいっていう風に出てるので、バランス取りながらやってもいいですし、お日様に近づきたい、グッズが欲しいっていう方はもう買ってもいいですし、今あなたのできる限りのこと、自分のいいなって思うように進んでください。お日様に近づくチャンスがやってきています。お日様そのものが出てきたので、お日様が今あなたにエネルギーを与えてくれている時なので、元気をたくさんもらえる、コメントを拾ってもらえるとか、読み上げてもらうとか、嬉しいことがあるかもしれません。その推し活をしていて元気をもらってる、癒しをもらってる、そして自分がお日様を応援してる、エネルギーを送ってるんだってこと、お互い送り合いしてるんだってことを忘れずにいてください。お日様はファンであるあなたのエネルギーを受け取って元気もらってる、パワーもらってるし、
その力があって活動しようっていうモチベーションアップにつながってるんだっていうことを、そしてお日様もあなたに対して癒しと元気を与えてくれてる存在だっていうことをね、もう一度認識すると、また温かい気持ちが降り注いでくるんじゃないかなっていう風に感じました。はい、いいと思います。お日様のグッズを身近に置いておくとかもいいかなと思いました。お日様の近くにいる時です。はい、このようにプチサンタク占いを行っていきました。推し活シリーズ大変好評いただいておりまして、私の動画の検索欄ランキングにも推しリーディングっていうのが検索の上位に上がってくるぐらい、お日様について知りたいなって思われている方がたくさんいるんだなっていうふうに感じています。これからも推し活シリーズ、次もまた動画を投稿していきますので、お日様について詳しく知りたいっていう方はまたぜひ次の次回推し活シリーズお楽しみにしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チラでした。